今日もまた決まった時間に家を出て人並みに身を任せる。気分は平坦。下がってもいなければ上がってもいない。そんな時は天丼食べて気分上げ上げ。天屋に来れば安くてうまい天丼が食べられる。小遣い制サラリーマンにとって天丼といえば天屋。そんなの常識なのである。気分上げ上げで昔の武勇伝を語る上司。その上げ上げ話は内容が盛られているであろうことは容易に想像がつく。しかし天屋の天丼は本当の上げ上げでもりもりなのだ。事実確認のできない自慢話より私は目の前の天丼を信じる。つまみにならない話よりよほど酒が進むではないか。タレでご飯を食べるもよし、タレの味で辛口の酒を飲むもよし。そこはファストフードのようでいて粋な大人の空間でもある。毎日1000円のランチを誰かと食べるよりも群れずに孤高のワンコインランチを食べる。そして会社から一歩外に出れば辛口の酒と天丼を一人で黙々と楽しむ。それが成熟した大人というものではないだろうか。テレワークが推奨されるこの時代、孤独に黙々と任務を遂行する行動力、一人になっても変わらないモチベーション、それが令和のサラリーマンに求められていることではないだろうか。テレワーク中に缶チューハイを煽ってしまう平社員、テレワーク中にゴルフのスイングしかしていない部長、監視社会から解放されたと同時に露呈してしまう惰性で過ごしていた会社員生活。天丼で酒を飲んでいるとそんなことを思い起こすのである。それにしても安い。560円でエビも魚も入った天丼が食べられる。企業努力の賜物としか言いようがない。天屋はそばもなかなかにうまい。立ち食いそばの天丼は揚げたてのサクサク感を感じないが、天屋は天丼が主役でそばも出る。だからそばも天丼もうまいのかもしれない。課長だから仕事ができるわけではなく、人を使って仕事ができるから管理職になれる。無能な上司というけれど、無能だからこそ自分でやらず人の能力を使い上に上るための手段を模索する。ヒエラルキーを駆け上がるには仕事の腕より他人の腕を使う頭脳。1000円のランチミーティングとはまさにスキルの奪い合いの場のようにも思えてくる。孤独でいてはヒエラルキーの上には上がれない。しかしヒエラルキーの中に入らないこともできる。夜の天屋で孤独に天丼を食べる人々はまさに一人で自由を謳歌するヒエラルキーの外にいる人々ではないだろうか。格差社会、マウント、上から目線、ハラスメント。天屋にはそんな言葉とは無縁の雰囲気を感じます。天は人の上に人を作らず、天屋も人の上に人を作らず、ただご飯が入った丼の上にはサクサクの天ぷらが乗っているのみ。エビが上とか野菜が下とかそんなものはこの丼の中にはない。すべてが同等に天丼の一部なのである。そう考えると部長も課長も平社員もすべては会社という丼の一部なのである。天屋の天丼に会社という組織の本質を見た気がするのである。一歩会社の外に出れば役職が通じない世界。天屋にそれを見た気がする。
こうしてまた我々は会社という丼の中で、そこでしか通じないロールプレイに興じるのである。